皆さんごきげんよう。前回は仏教における出家ということの意味についてお話をいたしました。で大事なことは一般社会とそれから出家をした人の間には根本的な違いというものはないということなんですね。出家というのはあくまである一つの生き方の選択なのであって、それを選ぶか選ばないか、それだけの違いなんですね。で選んだ人、それはすなわち、自分の心の中にさまざまな苦悩苦しみを抱えて、一般社会の中では生きるのがつらいと感じる人たちが、出家の世界に入るのであって、出家の世界に入った人は一般社会の人よりも上だとか、あるいは何か優れた点があるというような話では全くありませんから、ここのところはくれぐれも注意してくださいね。よく出家の世界のことを聖なる世界で、一般社会のことを俗なる世界というような、区分けで考える人がいます。もっと言うと、お坊さんは普通の一般の人よりも何か偉い、特別に偉い人なんだというふうな思いがあるかもしれませんが、それはそうじゃないので、偉いのは、出家生活をしている間に自分の心を正しく改造し改良し、より苦しみの減少した、つまり釈迦の教えに従って正しく自分を向上させた人が偉いのであって、出家の道を選んだというだけで、その人に何か特別な優れた資質視点ができるという話では全然ありませんから、そこの違いを明確に理解しておいてくださいね。出家をし、そしてその出家生活が正しく成就した人が偉いんです。出家しただけの人だったら、昨日まで一般の暮らしをしてた人が次の日お坊さんになって、それでなんか偉くなるなんて話はありませんからね。そこにその上下というものを設定しないように考えてほしいと思います。それでですね、そして今日からその出家という世界の構造についてお話をしたいのですが、これをお聞きになっている学生さんや、あるいは一般の方々の中には、今からその出家生活の話をするって言っても、それは私たちとは関係ありません。私たちは一般社会で普通に暮らしている人間だから、その仏教の出家者の話聞いたってあんまり意味がないですというふうに思われる方がおられるかもしれませんので、あらかじめ申し上げておきたいんですけれども、仏教が言うこの出家生活というのは、仏教というある特定の宗教に限った場合の、一つのケースとして、一ケースとして事例としてお話をしているのであって、実はこの出家という行為はもっともっと一般化して考えることができるんです。一般化して言うならば、えいわゆる我々が本能的に持っている一般社会、もっと言うと、世俗の一般的な価値観で生きるのではなくて、自分独自の自分が自分で決めた価値観で一生を送りたいと願う人は本質的に、出家を願っている人であります。で、従ってその人たちがどのようなライフスタイルを構築していけば自分独自の価値観で生きる人生を成就できるのかという質問に対して、その一つの典型的なケースとして事例としてこの仏教の出家という姿があるんですね。ですから、仏教の今からお坊さんの出家者の話しますけれども、それ聞いてその通りにやりましょうなんて話じゃないんですけれども、しかしその奥にある原理理念ですね、どういう意味でこういうことになってるのか、どういう理屈があるから仏教ではこんな風な出家生活を制定しているのかという、その一番大元のところを汲み取って、それをいわゆる寛骨脱退して、それぞれのここでお聞きになっている皆さんのそれぞれの、自分の価値観で生きる人生にそれを応用していくということなんです。そこにこうやってお話をしている意味もあるんです。仏教というのは決して一つの個別の単一の宗教を細かく皆さんにご紹介するとは、これが仏教の授業なのではなくって、
その仏教の根底にある共通項ですね、他の出家世界との共通項を理解していただくことによって、その応用範囲ははるかに広がっていくということなんです。またこれはおいおいお話をしていけばお分かりになると思いますので、ゆっくりお話をしますけれども、そういうつもりで、お聞きになっていただけると、役に立つことがあるかと思います。さて、それでですね、じゃあ仏教という宗教に限定した形で少しお話を進めてまいりましょう。お釈迦様という方はまた先ほど前も申し上げました通りで、自分で自分の心の苦悩を消したいと願って修行の道に入り、そして、自分自身の心を変えるという努力を継続した結果として、菩提樹の下で、菩提樹という木の下でね、ブダガヤですね、ブダガヤの菩提樹の下で悟りを開かれたということになっています。またお釈迦様の一生生涯については別のシリーズでお話しするつもりでいるんですけれども、今はそこまでにしておきましょう。それでですね、そのお釈迦様は自分が悟りを開いた、つまり自分の苦しみが消えたその道を他の人たちにも教えたい、他の人たちも救いたいという思い、これを慈悲というんですね。その他の人にも自分の持っているものを分け与えることによって他の人をも救いたいというこの慈悲の心を起こして、そして、仏教という宗教をお作りになりました。これがサールナートという初めてお説法をなさったという仏石があったでしょ、聖地があったでしょ。あそこで初めて他の人に対して、お話をし、その人たちはお釈迦様の弟子となって出家生活に入ったわけです。そうするとそこにどういう集団ができるかというと、お釈迦様というリーダーを中心とし、そのリーダーの教えに従ってリーダーが今までやってきた体験を追体験するですね。ここに書いてありました。追体験したいと願う人たちがそのリーダーの周りに集まるという、そういう組織ができました。一番最初はお釈迦様のお弟子さんは初め5人だったんですね。だからお釈迦様も入れると6人から仏教はスタートしたということになるんです。やがてお弟子さんたちが次第に増えていって、これが100人500人1000人というふうに増えていって、お釈迦様を中心としたその修行を、願う人たちの集団ができてくる。これがいわゆる仏教という宗教のコアになっていくわけなんですね。ですから、その仏教という宗教はお釈迦様の体験を追体験したいと願う人たちが集まってるわけですから、みんなが天然バラバラに勝手な修行をするというような話ではないんですね。そんなことをしたらお釈迦様の追体験ということはできません。だから、その追体験をするために一番大事なことは何かというと、お釈迦様からお話を聞かなくちゃいけない。お釈迦様、あなたはどのようなことをして、どのように努力を続けることによってどのような結果を得たのですかと、その、悟りの体験の全てを聞かねばなりません。ですから、仏教という宗教、お釈迦様のお作りになった宗教の一番最初の第一ステップは聞くことなんです。今ならね、聞く他にも見るとか映像とかいろいろありますが、昔は対面のお話しかありませんから、その人から情報をもらうための方法は聞くことしかなかったわけですから、聞いたんです、みんなが。そうして聞いてやってみる。で、やるのは自分ですから、お釈迦様が代わりにやってくださるわけじゃありませんから、自分で修行をしてみる。で、うまくいくかいかないか、それをまたお釈迦様に尋ねる。お釈迦様、こんなんでどうでしょうか。私こんな風に今心の中をこう動いてるんですけどどうですか。そうするとお釈迦様はそれに対して今節丁寧に、これはこれでこうであるからこうなんだというふうに、そしてここが悪いからこうするのであるというように、教えを説いてくださる。それがまたお弟子さんにこうフィードバックされて、
そしてお弟子さんたちはまた次のステップへと上がっていくという、このような、もうね、お釈迦様ってのはまるっきりその、悟りへの道のインストラクターなんですよ。神様でもなければね、超越者でもない我々の、まあ言ってみれば一番の大先輩という立場におられたわけなんです。こうしてお釈迦様が80歳で亡くなるまで弟子たちに今節丁寧に何一つ隠さずにって、これちゃんとお釈迦様は言っておられますが、私は自分の知っていることを何一つ残さず全てを弟子たちに教えたのであるとおっしゃっておられます。そこになんか秘密の教えとかね、虎の巻とかそんなものは全くないんで全部教えると。で、お弟子さんたちはそれを習いました。でそのお弟子さんたちはお釈迦様80歳で亡くなったわけですね。当時は亡くなったら、死んだら人はその後輪廻して別のところへ生まれていくんだというふうな、世界観でありましたが、仏教ではその輪廻の世界の中で仏教という宗教は輪廻を止めること、二度と生まれてこないこと、苦しみの世界に二度と身を置かないことが最高の安楽だと考えますので、悟った人は生まれ変わらないというのが仏教の大原則なんです。悟ったということイコール生まれ変わらなくなるということなんですね。ですからお釈迦様80歳で亡くなって、その後どうなったんですかって言ったら、それはもういなくなったんです。この世界からお釈迦様という存在はもういないんです、80歳以後はね。そうしますと、じゃあ仏教はどうなるんだと言うんですが、ここがね大事なとこで、もしお釈迦様という人物の存在が仏教にとって一番肝心なものであるならば、お釈迦様の消滅をもって仏教のベースは崩れるということになるんです。ところが先ほど言いましたように、仏教にとって一番大事なことはお釈迦様という人物が実在するかどうかではなくって、お釈迦様が我々に教えてくださった、インストラクトしてくださったその教えが続いているか残っているかどうか、今ここにあるかどうか、これが大事なんですね。もっと言うと、それさえ残っていればお釈迦様の教えは残っているということになる。お釈迦様がたとえ消滅し肉体としてはもうこの世からいなくなったとしても、仏教という宗教は何一つ失うことなくそのまま続いているということになります。こうしてだからその通りなんです。ですから仏教にとって一番大事なのは拝む対象としてのお釈迦様がいるかいないかではないんです。そうではなくて、お釈迦様の教えが今もここに存続しているかどうか、そしてもっと大事なことはその教えに従って実際に自分自身を変えようと努力している、つまりお釈迦様の追体験を願う人たちが実際そこにいるかどうか、今もそこにいるのかどうか、これが仏教という宗教が、今ここにあるのかどうかということの意味なんですね。ですから、お釈迦様の教えに従って学ぶということ、仏教で修行をするということの意味は、お釈迦様の体験をここに書きました。自ら学ぶ人たちが今いるかどうかということなんですね。それで仏教が今言ったように、お釈迦様をリーダーとした、その皆が学んで修行するという宗教である以上は、私たちのイメージでよく考える修行者が山奥に入ってね、誰もいないなんか崖っぷちの岩の上に一人で座って無念無想って言って座ってる様子をよくイメージしますが、あれは学んだ後にそれをするのであって、最初からあれやってたら大変なことで、誰も何も教えてくれないので山奥で一人で座ってたって何もならないです。あれはきちんとブッダの教え、釈迦の教えを学んだ後にそれを自分でなんていうかな、心の中に浸透させ染み込ませ体得するための場面なのであって、その前にはちゃんと教えを聞いて習っている場面がなければならんのですね。でしたがって一人で山奥にこもっていても悟りの道は開けないと。
いうことなんです。で従ってその結果として仏教という宗教はどういう宗教になるかというと、これは教育制度をそのベースとした組織になるんです。よろしくございますか。日本で一番そのお釈迦様の考えたイメージに近い場所はどこかというと、例えば、永平寺のようなね、禅宗の雲水さんの修行道場なんです。日本的に言えばあれが一番お釈迦様の考えた世界に近いんですけれども、そこで一番大事なことはそれはやっぱり教育なんです。上から下へ、先輩から後輩へと受け継いでいかれる、その仏教の教え、その継続性、連続性ですね、次々に受け継がれていく教え、これが実は仏教という宗教にとって一番大事な要素になってくるんです。でこれが途絶えてしまったらおしまいなんです。いくら立派な仏像があってお経のキンキラキンの巻物がその倉庫の中に眠っていても、それを自分で体験し修行する人がいなかったら、その時には仏教は滅びているんです。そういう状態はね。ということで、仏教という宗教があると、ここにあるということの意味について簡単にお話をいたしました。また続きは次回お話をいたします。じゃあこれで終わります。どうごきげんよう。